は韓国で人気のチーズボールの巨大特大バージョンを作ってみたいと思います。YouTube ですっごいでっかい特大巨大チーズボールを作ってる動画があって、それがねめっちゃ美味しそうで、ちょっと私も食べたいと思って、今回ちょっとね作ってみることにしました。でも同じやつ作っても意味ないから、せっかくなんで私の大好きなお餅も一緒に入れて、以前私が動画で食べたインジョルミチーズチキンの中に入ってるこの餅チーズボールみたいな感じの特大版を作ろうと思います。つまり餅も追加したチーズボールのでっかいやつですね。でちなみにそのね動画上げてる方がヤンムーさんっていう方なんですけど、その方ほど大きいのは作れないけど、いつものよりは完全にでっかいやつを作ります。ということでまず材料紹介します。まずこれ油はねちょっとたくさん必要かなと思ってでっかいやつ2本用意しました。それとドーナツ生地なんですけど、このオットギさんが出してるミニドーナツボールのミックス、これ使います。でドーナツ生地に使うこのお水ですね。で生地用の卵も3つで、中に入れるチーズなんですけど、モッツァレラチーズのこのでっかいやつ丸ごと入れようかなと思います。でこれだとちょっとねまだ小さいから、こっちのねスライスのモッツァレラのチーズも追加してドバッと入れたいと思います。あとさっき言ったお餅ですね。お餅はこの日本から買ってきたカップ切り餅挟みたいと思います。じゃあもう作っていきます。早速ねドーナツ生地作りから。じゃあこのミニドーナツボールのミックスで作っていきます。どっちもこれちょっとパッケージ違うんですけど、同じオットギの同じものです。今回はこのミックス3袋使います。じゃあまず卵3つ割り入れます。でお水は 225ml で簡単に混ぜ合わせます。もう本当は泡立て器がいいんですけども、これで今日は軽く混ざるくらいでいいので。でここに粉ミックス3袋入れます。もうダメ、これ手がダメだこりゃ。これはねビニール手袋で手で混ぜた方がいいな。混ぜやすい。楽になった。ちょっともう手が腱鞘炎になりそう。でもなんかすごい生地もっちもちでいい感じのチーズボールできそう。できました。もうすごい大変だった。もう手が痛い手が痛いよ。こんな感じでできました。ちょっと粉っぽいけど、もうこれが限界、手の限界。これで今からチーズをね包んでいきます。モッツァレラチーズすごいでっか。こんなのだ。でね待って、これ今気づいた。スライスチーズだから1枚1枚開けなきゃいけないんだ。ちょっとめっちゃ時間かかるじゃん。いいや、ちょっと開けていきます。これモッツァレラの上に乗せていくか。よいしょ。できた。こんな感じかな。でお餅これで今から生地を包みます。これ多いか。普通サイズのもいくつか作ってもいいな。しっかりと伸ばしてね薄くします。なんか板小さいな。もうちょいでっかい板持ってこればよかった。ちょっとこれあなたよくやって。ちょっとこれいける？これいけるかしらすごいなこれ。よいしょ。うわ、これいい感じじゃない？いい感じじゃないって、ここめっちゃ穴開いてんじゃん。ちょっと待って、難しいな。意外と分厚めにしなきゃいけないのかこれ。これチーズボールっぽくなったんじゃないかな。なんか自分が最初想像してたよりも全然チーズボールっぽくなってきた。めっちゃいい感じじゃない？あとはね中のチーズがちゃんと溶けるかっていうのもすごい心配。いいわ、それは次の心配だわ。今はとりあえずここを固めていこう。
お、いい感じになったかも。これいい感じじゃない？ほら、できた。巨大チーズボール。あと揚げるだけ。はい、じゃあこれをちょっと今から油で揚げていきます。はい、じゃあ油入れていきます。油1本半入れたんですけどね、まだこんなちょっとなんだ。でも仕方ない。もうないんで、これで揚げていきます。ちょっと回しながらね、揚げればいいかなと思います。いい感じですね。油温まってきました。ちなみにね、今回はこれ巨大チーズボールとこれ中ぐらいのも作って、あとね普通サイズのも準備しました。これぐらい差があります。じゃあまずでっかいの揚げていきます。いけるかな。もうこれ失敗しないか怖い。なんかお風呂に入ってるみたいですねはい、じゃあしばらく待ちます。ちょっとね、下半分がだいぶ上がってきたんでひっくり返します。待って、こう切ります。あれ、手が取れた。待って、片っぽ手が取れてんじゃん。ちょっと手どこ行ったの。あ、いたいた。もうやだ。手救出。なんだよもうこれ。なんかしかも若干焦げてる。そこが焦げてる。後で削ろう。はい、もういいと思う。取ります。もう重く取れる気がしない。よいしょ。もう手も取れちゃった。なんか結構焦げちゃったけど、ちょっと焦げた部分はね取ります。ちょっとまた手袋救出何やってんだこれ。手袋めっちゃ脱げるじゃん。はい、完成しました。もうなんか結構焦げたからね、なんか画面で見るとすごい焦げてるみたいなんですけど、目で見るとそんなに言うほど黒い部分じゃないんですけど、これ画面だとやばいな。でちょっと今日はコーラも飲みます。冷たいコーラ美味しい。疲れた。すごい時間かかった。もう早速これ割ります。ちょっと焦げた部分削りました。割りますね。すごいもちもちだ。ちょっとチーズベロンって出たけど。ちょっと待って、チーズがすごすぎる。これどうしよう。待って待って。うわ、チーズ出てきちゃった。すごい。うわ、これもうちょっと下のこれいらん。待って、チーズがこれちょっと焦げてない部分だけ食べます。ちょっとこれ使うチーズ間違えたな。いただきます。チーズだ、ただのあれでもなんか生地甘いな。この辺焦げてない。うわ、待って、これソースつけたいっていうか、もうこれなんだこれ。もうめちゃくちゃじゃん。ちょっとこれハニーマスタードととりあえずケチャップでいただく。あとヤンニョムチキンソースでガーリックマヨ。このちょっと焦げてない部分をまずケチャップで。チーズがすごすぎる。あ、生地もちもち美味しい。マスタードソース。待って、美味しいよ。生地がもちもち。やっぱこれもちもちドーナツ生地で作ったから生地は確かに美味しい。もうでもすごいことになってる。この焦げてない部分。ガーリックマヨ。美味しい。もちもちしてる。ちゃんともちもちしてる。しかもさすがドーナツ用のパンだからすごい甘い。美味しい。パンが美味しい。ヤンニョムチキンソースで。ちょいピッカコチュジャン味美味しい。これはね、もう久しぶりの失敗というか、まあちょっと焦げちゃったのと、あとチーズがやっぱこれじゃダメだったのか。ちょっとこれ中ぐらいの方食べてみようか。はい、ハニーマスタードで。おいしい。深い。チーズトロトロ。あ、大成功。これ大成功だ。うまい。めっちゃ美味しい。ガーリックマヨ。
お店で買うのよりもね、生地が厚いからもっちもち。でも個人的にこれヤンニョムチキンソースが美味しいね、やっぱ。ちょっとこれチビの方も食べる。うわ、もうチビの方チーズが横についてる。チビって言ってもこれが普通サイズですよ。やっぱこれが結局一番いいんだな、このサイズはね。もうなんか巨大チーズボールの下敷きになってるわ。うわ、もうなんかたこ焼きみたい。はい。家でもちもちチーズボール作っても美味しいな、これ。これね、ポイントは、もちドーナツの生地を使ったことですよ。普通のドーナツ生地も売ってたんですけど、やっぱ、もちもちのキャプサル、もち米の粉を使うのが多分大事なんだと思います。これでもなんか4種のソースで食べるっていうのも贅沢ですね。うわ、生地が分厚い、いつものチーズボールより。だからさらにね、弾力も増すというか、もち感がすごい。これとりあえず焦げてない部分食べるだけ食べて、残りの上のチーズちょっとねアレンジしたいっていうか、餅だここ。お餅、お餅の部分もまた美味しいな。もちもちもち。うわ、こことこれ。うわ、お餅になってる。ここお餅美味しいな。やっぱお餅とチーズの組み合わせ。これはいい。うわ、この部分全部チーズだな。これちょっと焦げの部分のこれ生地の部分のけて、後でねちょっとこの食パンにチーズのせてピザパンみたいな感じでこれ活用しようかな。もったいない。ほら、これ普通に美味しいチーズだもん。ほら、この部分とかも焦げてないから。よいしょ。この普通サイズのやつ。生地もちもちだ。
なんか小さいなと思ったらチーズなしのでしたこっちに取り分けたやつに入ってると思ったらこっちに入ってた。もう開けた時にどれがどれか分かんなくなってる。ちょっとチーズもったいないから後でちょっと、上だけチーズだけ取り分けてなんかピザトーストにします。あとね、分かった。なんか今までお店のチーズボール食べると中に蜜入ってるとか私よく言ってましたよね。あれチーズから出たこの液だ甘い液。ここにね同じ液があるんですよ。これ液というか蜜みたいな、これがすごい甘くって、これめちゃくちゃ美味しい。あえて入れてる蜂蜜とかじゃなかったんだ。いやっていうかね、今回作ってねよかった。まあちょっと焦げて失敗したけど、いやでもね普通に美味しい。もっちもち。この焦げた部分ちょっと食べてないですけど、焦げてる部分のギリギリまで食べてみました。美味しい。普通に美味しいわこれ。美味しかった。美味しかったっていうか、もう失敗して悲しいけど、もうちょっと早くねひっくり返せばよかったなって思いましたね。あと火が強かったのかな。まあでもいいです。上の部分は活用するんででもね、餅も入って、餅の部分もねかなり弾力があって美味しかったです。いやこれね今回作ってみてすごく楽しかったからっていうか、すごい大変は大変だった。だってねこれ動画ではキュッと短くなってると思うんですけど、相当時間かかりましたよ。余裕で2時間は作ってたと思う。まず丸めるのにねすごい時間がかかった。他のちっちゃいのとか中ぐらいのとかいろいろ作って、今食べた分以外にもまだこっちにあるんで、これはね後で残りで美味しくいただきます。焦げてないんで。焦げたのはこのでっかいのだけ難しいですねやっぱこれは。で本物のねチーズボールやっぱり BHC とか BBQ とかあっちのものにはやっぱ勝てないですね。いやでもね生地がもっちもち分厚かった分、ちょっとこれはこれでね他のとは違う美味しさがありました。そういう意味でも作ってよかったなって思いました。ということで今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。